こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本を好き見させてもらい、部屋についたライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はあきとさんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで、あきとさんについて自己紹介をお願いします。はい、畑あきとと言います。会社員で、薬の研究をする仕事をしています。1年半ぐらいに、フルレノベーションしてでこの部屋に住んでます。はい、ということで今回紹介していただくこちらのご自宅が間取りでいうとここはどういう間取りになるんですか？広さ的には65平米なんですけど、ゆるくリビングダイニングエリアと、寝室が分かれてるみたいな感じですね。はい、ということで、リノベーションされてるということで、内装の、こだわりはもちろんですけど、あとは家具とかも、ちょっとこだわって選定されてるということなので、そのあたりの話を詳しくお伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。はい、お願いします。では早速リビング紹介をしていただきたいなと思います。はい、まずこちらのスペースはざっくり何畳ぐらいのお部屋なんですかね？ここどのくらいかな。13、14畳とかですかね。65で、そうですね。じゃあこれちょっと後ほど教えてもらうということで、まずこのお部屋の、それこそリノベーションされたということで、こだわったポイントちょっと聞きたいんですけど、どんなところにこだわりましたか？そうですね、基本的にモノトーンに近い空間にはしたかったので、まずフローリングを結構グレーっぽいフローリングで幅が広いもので選びました。で幅木をつけないようにしてもらってて、そうすることで結構シャープな印象も出てるかなというところで良かったなと思っているところですね。あとはこのダイニングテーブルは造作で作ったんですけど、コンクリートのブロックを積んでるんですけど、普通のブロックよりかなり薄いやつを探してきて、でなんていうか横の筋が見えるシャープな感じになってるので、すごい気に入ってますね、これは。はい、今回リノベーションはゼロリノベさんにお願いをしたということで、選んだ決め手というかあるんですか？そうですね、物件選ぶところからリノベーションの施工まで全部一貫してやってくれる会社の中で、過去の事例とかを見てみて、一番良さそうなところっていうところで選びました。確かに内装のクオリティとかはやっぱりすごい要望通りというか、もはやあれですよね、多分。あんまり期待してなかったんですけど、正直結構できてみたらすごい予想よりすごくよくできたとは思ってますね。じゃあちょっとここから詳しい家具の話とかもちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、まずじゃあこちらの手前にある、このラウンジチェアといったらいいですかね。こちらの椅子はどちらのブランドのものでしょうか？これはコルビジュネ LC4 なんですけど、10年以上前に私働き始めてすぐ買ったもので、リプロダクトなんですよ。結構もうダメージが来てるんで、もう入れ替えるつもりではあるんですけど、次何入れようっていうのは決まんないので、まだオブジェみたいな感じで置いてますね。座り心地とかはいかがですか？そうですね、意外と座りやすいですね。倒れるので、ダラダラして映画とか見るのにはいいかなって感じですね。で、そのお供じゃないですけど、そのお隣にサイドテーブル、ローテーブルかということで、これはね、シボネのボイドテーブルっていう名前だったかな。これも結構昔に買ったんですけど、ベースは木なんですけど、表面に薄い石を貼ってあって、すごい面白い、質感があっていいですね。面白い。確かにちょっと木には一瞬見えないですね、遠くから見てると。そうですね、意外と軽いんですよ、見た目より。そうなんだ。じゃああとはちょっとこちらの反対側にちょっと移動していただいてお話を聞きたいんですけど、じゃあこちらの照明についてスタンドライトのお話を聞きたいんですが、これはどちらのアイテムですか？これフロスですね。ポイヨだったかな。アキレ・カスティリオーニっていう私結構好きな照明のデザイナーがいて、その人のデザインですね。
ベッドルームにも同じデザイナーの照明を置いててはい、気に入ってますこれ。でその隣が、テレビ台か。テレビ台、はい、そうですね。なんかこう部屋の大きさのバランス的に結構テレビ大きいもの置かないとバランス取れないなと思って、75インチかな確か。結構大きいですよね。であんまりそれに合うサイズのテレビ台ってなかなかなくて、これちょっと名前忘れちゃったんですけど日本のメーカーでこうなんか収納のエリアとかベッドルームって結構IKEA とか使ったりしてるんですけど、リビングダイニングのエリアには偽物っぽいものを置きたくなと思って、これはなんかなんだろうウォルナットかなをなんか染色してるみたいな、はい、ものだったと思いますね。これは時計ですか？時計、はい、時間がわからない時計これはビトラかな、ビトラから出てるシリーズでいろいろ出てるんですけど、壊れるたんび新しいモデルを買ってだいたいこのデザイナーの時計を置いてますね。結構じゃあこれはもう何代目とかというかあれなんですか？3、4代目じゃないかな。結構すぐ壊れるんですよ。あ、そうなんですね。なるほど、分かりました。あとはじゃあ植物かがここには結構たくさんありますけど、そうですね、お好きなんですか？そうですね、好きですね。だいたいいつも植物ありますね。なんかもう完全にこう他のものって完全にモノトーンに近いものがほとんどだから、結構こういう植物グリーンないとなんかあまりにも無機質すぎる空間になっちゃうなっていう感じがあるので、だいたい植物を置いてますね。これはフィロデンドロンセロームっていう植物で、インパクトがあって面白いなと思ってこれにしてますね。結構プラントカバーとかもやっぱ色は統一してらっしゃるんですね、これ。そうですね、変に浮いた色があるのもおかしいので、隣はヤシ、ココスヤシで、その奥がパキポディウムのなんていう種類か忘れたんですけど、夏の間にグーって伸びてくるんで、春前にこうバサッと全部切って今新芽が出てきてるところですね。じゃあそろそろ本番ですね。そうですね、ちょっとずつ生えてきますね。なんか植物とかは購入される行きつけの店とかあるんですか？ちっちゃい植物ベッドルーム側に置いてるんですけど、草むらっていう多肉植物を中心に置いてるお店があって、そこの植物は本当に面白いですね。アート買ってる感覚で買ってる感じがありますね。じゃあ割とこう育て方が変わってたりとか、なんか珍しい植物があったりするんですか？そうですね、なんかね一般的な品種でもなんかちょっと変わったやつを置いてたりするんで、なんか面白いですよね。はい。これ分かりました。ありがとうございます。はい、続いてソファースペースを紹介していただきたいなと思います。じゃあまずはこちらのソファーについてちょっとお尋ねしたいんですけど、はい、これはどちらで購入されたソファーですか？これはですね、アクタスのナタドラというブランドのソファーですね。どういったところがこう購入の決め手になったとかあります？そうですね、リノベの全体のデザインしてる時に唯一決めた家具だったんですけど、なんかレザーのある程度大きいソファーが欲しいなとは思ってて、こんなにこうシャープな線のソファーってあんまりなくて、なんかちょうどいいものが見つかってよかったなと思ってますね。あとは結構このレザーのソファーにクッションカバーとかは結構アクセントになってますね。そうですね。これなんかピカソの絵でやってるやつなんじゃないかな。これ混乱ショップで買いました。あまり色がないので。確かにこの辺が唯一なんかちょっと色のあるエリアというかそうです、程よいアクセントにはなってるかなって感じですね。このスペースには、サイドテーブルか、はい、こちらもありますが、これもね、これもアクタスでテクタっていうブランドのテーブルなんですけど、足が L 字になってるんで、こうちゃんとこう場所取らずにこう収まる感じがすごく使いやすくていいですね。高さも変わるので、はい、使いやすいです。普段このソファースペースではどんな感じで過ごされてることが多いんですか？大体寝転がってることが多いですね。
大体寝転がってるので、こう座面がある程度深くて、で自分の身長でもこうちゃんと横になれるサイズっていう前提で探したっていうのはありますかね。じゃあ結構ソファーも確かに大きいですもんね。横幅もありますもんね。190センチぐらいかな、80センチぐらいかな。そのお隣か、照明か。照明、こちらにも照明が一つありますけど、これルミナが出てるダフィーネっていう照明なんですけど、これ美術館で見つけて展示されてて、いいなと思ってそれで買ったやつですね。その時は何の展示を見たとか覚えてます？六本木の2121デザイン、そこでなんかね、家具に限定せずなんかいろんなデザインの展示をやってたんですけど、それで展示されてて、これがでそのまんま購入、でいいな、買おうと思って分かりました。あとはじゃあちょっとその奥に行って移動していただいて、こちらが、作業スペースそうですねということで、普段は結構お仕事は在宅でもされることは多いんですか？そうですね、在宅多くても週1回ぐらいかなっていう感じになってきてますね、最近は。なんかこのスペースのこだわったポイントとかちょっとあればお尋ねしたいんですけど、何かありますか？そうですね、普通のなんかゴリゴリのワークチェアを置くと完全にこの空間から浮くので、どうしようかなと思ってたところで、なんか昔から気になってたこのビームズのマネジメントチェア、これを入れましたね。オフィスチェアの中だと少ないですよね、こういうちゃんとデザインされてる椅子みたいなのは。そうですよね。一日中仕事しても特に疲れはしないようなものなのでいいですね。こちらにも照明が一つあるということで、これね、これもフロスなんですけど、ケルビンかな、確かに。普通に LED の照明なんですけど、段階的に色の調節ができて、色の温度も変えられるので、デスク自体、これが造作、そうですね、ということで、これちょっと近くで見ると色の感じもなんかちょっと面白いですね。そうですね、最初はこれテーブルを置こうかなとは思ってたんですけど、ちょっと足があるとすっきり感出ないなと思って造作で作ってもらいました。家が全体的にモノトーンなので、グレーっぽいオイルで塗ってもらってるんですけどね、ちょっとこれは塗り替えたいなとは正直思っているものではあります。こっちのダイニングテーブルのモールテックスっていう、モルタル調のなんていうか材料なんですけど、上から塗るやつなんですけどね、これと同じようなものにしようかなと考えてはいるところですね。なるほど、分かりました。ありがとうございます。続いてダイニングスペース紹介をしていただきたいなと思います。まずここのダイニングスペースは結構高さ自体はこうハイチェアとか置いてらっしゃったり、ちょっと高さ高めですよね、少し。そうですね、自分の身長が高いんで、テーブルもキッチンも比較的高めにはしてますね。じゃあちょっとこちらもアイテムの話いろいろ聞いていきたいんですけど、まずじゃあこちらの、ハイチェアからちょっとお尋ねしたいんですが、これ杉山製作所っていう日本のメーカーなんですけど、ハイチェアでこんだけ線が細いやつってあまりないので、これにしましたね。高さはセミオーダーで合わせて作ってもらったんですけど、なんか普通この高さに合わせる椅子としてはちょっと高めにはなってて、ちょっと座ると結構高い感じがするんですけど、印象として結構バーとかなんかそんな印象を与える感じはありますね。結構ハイチェアだとこう長時間あんまり座れなかったりとか、なんかそういう印象もあったりするんですけど、座り心地とかはどうですか？あんまり長時間座んないであれなんですけど、座面が意外と深いんで座っててあんまりストレスはないですね。意外と座りやすいかなと思います。普段じゃあここは結構お食事とかをされたりとかするスペースなんですね。そうですね、なんか物食べる時ぐらいしかあんまり座らないかな。なるほど、分かりました。あとは、この先ほども軽くお話触れていただいた、ダイニングテーブルか、これはまず、造作ということでどうなってるんですか、これは。これは
足はブロックを積んでるものになります。結構こうブロック積んだテーブルってリノベの事例で結構あると思うんですけど、なんか普通のブロック積んでるやつって結構やぼったく見えちゃう、自分にとっては。なのであんまりこう嫌だなと思ってたんですけど、この薄いこうブロックを使うことで結構その印象がなくなってるかなと思いますね。でこれなんかこっちは横にまっすぐ開いてるんですけど、逆側はこう普通のブロックみたいに3つ穴が開いてる感じになっていて、広い面はこう横筋が見えるようにして、シャープな印象を出しつつ、こっちは3つ穴出してちょっとアクセントにしてるみたいな感じですね。確かに表情が全然違いますね。あとあれですね、電源のスイッチとかは下に隠してるんですね。なんか電源系統って見えるとダサいんで、極力見えないところに置きたいというところで、ダイニングの、照明とキッチンの照明はこの下に隠してます。スイッチ自体も結構こだわって選定してらっしゃいます。そうですね普通のスイッチ本当ダサすぎるので、全部これ家にあるスイッチこのトグルで揃えてます。わかりました。あとは、このダイニングテーブルの上にあるこのアート作品って言ったらいいですかね、こちらについてちょっとお尋ねしたいんですけど。これは昔よく着てたファッションのブランドがあるんですけど、セドリック・ジャクミンっていうベルギーのブランドなんですけど、そこのデザイナーじゃないんですけど、アートディレクターをやってる人の作品で、なんかインスタをフォローしてて、これを見つけていいなと思って、いいというかうちの雰囲気には合うなと思って DM で「これ売ってますか?」みたいな感じで売ってもらったものですね。これは何がなんかモチーフになってるんですかね。手と足。手と足。写真をなんかプリントして貼り付けたものを上から加工してるみたいな。そうなんだ。はい。とは言ってましたね。確かに近くで見るとちょっと不思議なこう質感というか。そうですね。確かに。あとはこちらのテーブル上に置いてあるこの金のこのスティック状のオブジェというか、これは何ですか。これは香炉ですね。お香を焚くものなんですけど、デザインとしてはね気に入ってるんですけどね、ちょっといろいろ問題があるので使い勝手悪いというか、使い勝手は、そうですね、開けて使わないとすごい変な匂いが出ちゃうので、香炉です。香炉ということで、はい、わかりました。あとはじゃあ、こちらのちょっとキッチンスペースのお話をちょっとお伺いしたいんですけど、こちらのスペースはリノベーションされるにあたってこだわったポイント何がありますか。そうですね、自分が持ってるものの量をちゃんと把握して、でそれがちゃんとこう隠れるぐらいの収納のスペースを作ろうというところでやりました。ダイニングテーブルの下に隠れる形で戸棚を置いていて、電化製品とか、そういうものは全部ここに隠れるようになってます。で普通キッチンってカップボードとかつけたりもすると思うんですけど、梁の問題でそもそもつけられなかったっていうのもあるんですけど、基本的に全部中に収納できる量が確保できるように、こっち側の収納と、この幅というかこっちの幅を調整した感じですね。この、洗面台のこの蛇口の部分、これもすごいスタイリッシュですね。そうですね、これリノベでキッチン最初に入れた時はこのメーカーのそのままのものが入れてたんですけど、ちょっとバルキーでダサいなと思ってたので後で自分で付け替えました。これはなんか海外のやつとかなんですか。そうですね、イギリスのバスター&パンチっていうメーカーで、こういう水栓とかスイッチとかフックとか金物系をなんか売ってるメーカーですね。わかりました、ありがとうございます。続いてこちらのスペースはどのようなスペースになりますか。洗面所と、お風呂ですね。こちらも、かなり、リノベーションならではのこだわりがちょっといろいろあると思うのでお尋ねしたいんですけど、どんなところにこだわりましたか。
基本扉はつけたくなかったのでオープンになってるんですけど、リビングダイニングのエリアとこの洗面のエリアっていうのは空間として分けたいというのがあったので、洗面エリアは完全に無彩色でトーンをかなり下げてるっていうところですかね。確かにちょっと全体的にこうスケールとしては暗めなものというか、暗い雰囲気はありますもんね。そうですね。それこそなんか後ろ今照明とかもついてると思うんですけど、この辺の照明計画というかなんかこだわりなんかありますか？そうですね、あんまりこう強い光は入れたくなかったので、上に、スポットライト弱いものを入れてて、あとこの鏡の裏にこうライン状のなんていうのテープライトというか、ライン状の照明をこう中に入れてる感じになってますね。ミラーとかも少し暗い感じもするんですけど、これはグレーのスモークが入ってるミラーになってて、普通の鏡入れちゃうとこっちの壁が白にしないとちょっとおかしかったので、普通のミラーにしちゃうと白映り込んじゃうなと思って、これちょっとグレーのミラーにしました。そんなものが売ってるんですね。結構探したんですけど海外にしかなくて、これもイギリスから取り寄せました。そうだったんだ。あとはこっちのお隣のスペースとかは、ここは何が入ってるスペースになるんですか？洗濯機を隠してますね。で給湯器とか乾燥機とか、そういうのこういう見えるとダサいものは全部隠したかったので、この中に入れてます。じゃあ結構シャワールームとか本当に、なんだろう、かなりこうミニマルな感じになってるんですか？そうですね。普通のユニットバスでなんですけど、普通こうお風呂の中にあるこう給湯器じゃないなんかスイッチみたいなあるじゃないですか。あれはちょっと中に見えると相当ダサいなと思ったので、あれはつけずに、最低限のものだけにしてますね。自分身長が高いので上からシャワーでやつをこう入れてますね。お風呂史上一番要素が少ないかもしれないですね。そうですね。余計なものは、入れないというか。わかりました。ありがとうございます。でこちらがトイレということで、これすごくないですか？そうですね。トイレはなんかどういうコンセプトというかこだわった点というか何かあるんですか？最初に便器あれを決めたんですね。でこれイタリアのやつなんですけど、浮いてて、でタンクとか余計な気候は全部こう壁の裏に隠れてるので、ものすごくすっきりしていいなと思って、そこから始まりましたね。ウォシュレットとかも海外のシャワータイプというか、そうですね。あれもなんかもちろん使ったことなかったので、とりあえずつけとくかぐらいでつけてたんですけど、意外と使えるんだなみたいな感じ。結構日常生活でも使えます？たまにですね。そうなんだ。あとなんかすごいやっぱこのタイルのバイカラーみたいなのはアクセントになってますよね。いいですよね。これゼロリノベの設計の方が提案してくださって、それをそのまま採用したんですけど、ちょうどこう洗面のこの台の高さと合わせて綺麗にこう黒白でバイカラーになってて、このタイルも最初ちょっと僕抵抗感あったんですけどね、このツヤツヤしてるタイル。結果としてすごい良かったですね。あとここはすごい右のミラーというか、この太陽のオブジェなんですか、これは。何なんでしょうね。これもなんか前にアメリカ住んでた時に買ってそのまま持ってきたんですけど、たまに怪我する危ない、そうですよね、危ないオブジェ。油断してると怪我しそうですよね、これ。何回か流血しました。そうなんだ。なるほど、わかりました。ありがとうございます。続いてこっちの奥はどんなスペースになってるんですか？クローゼットと寝室があります。じゃあちょっと中に案内してもらってもよろしいですか？
おお、すごい洋服というかファッションアイテムの数ですね。そうですね、数はそこまで多くないとは思うんですけどね、あまり数が増えすぎないように調整はしながら好きなものを揃えてる感じですかね。ちょっとこのスペースのまずリノベーションするにあたってこだわったポイントがあればちょっとお尋ねしていきたいんですけど、どんなところにこだわりましたか？そうですね、まずこの床材ですかね、これボロンっていうなんかビニールを折ったような素材なんですけど、玄関からつなぎで同じ素材を使っていて、土足で全然使える素材になってますので、結構普段は玄関からそのままスロープを上がってきてここまで来てここで靴履き替えてみたいなことしてることが多いですね。なんかめっちゃ歩き心地というか足触りというかすごいいいですね。そうですね、なんかフローリングがあってこのビニール系の素材があって、で洗面のエリアはタイルになってるので、なんかいろんな素材を踏むっていうなんかその楽しさもあるかなと思いますね。結構やっぱ洋服の見せ方というかそのあたりも結構こだわったんじゃないですか？そうですね、自分身長が高いので結構高めのところにバーを通してもらってオープンラックみたいな形でかけてますね。見えていいものだけは外に見える形に吊るしていて、あまり見せたくないものはちゃんと隠れるような形で収納してます。普段洋服とかはよくチェックするブランドとかセレクトショップとかあるんですか？そうですね、リック・オーウェンスが好きなので結構半分とまではいかないけどリック・オーウェンスのアイテムは多いですね。あとはギャルソンとかリス・バンノッテン、いろいろですけどバルマン、ハイダッカーマンとかね、いろいろですけどリック・オーウェンスが多いかな。あとちょっと個人的にすごい気になってるアイテムがあるんですけど、こっちの横にあるこの傘傘ね、めっちゃかっこいいですね。ね、可愛いですよね。これイギリスのフォックスアンブレラっていうところの傘なんですけど、持ち手がこれ犬、こっちウサギ、長い傘かなり細くて確かにスタイリッシュなのでかっこいいですね。どうですか、普段やっぱ使ってて、安い傘とやっぱなんか違いというかなんか感じたりすることあります？どうだろう、なんか思い入れはあるんで、それこそ長い方の傘はかなり長い期間使って8年以上使ってるんじゃないかな。でも作りがちゃんとしてるのでためになることもないし、なんか安いものをいっぱい買うよりはいいものを長く使いたいなっていうのは結構ファッションだけではなくていろんなところで同じ考え方してるかなっていう感じはありますね。なるほどね、分かりました。あとはじゃあちょっと今度奥の方にちょっと移動をしていただきたいなと思うんですけど、奥がこのまま寝室につながってるんですね。そうですね、寝室のエリアと収納のエリアはフローリングとさっきのボロンっていう床材で分けてるっていうところと、あとこのルーバーで間を区切ってます。でこっち側にロボット掃除機とかがあるので、あんまり寝転がった時にあんまりそういうもの見えないようにこっちの角度からそれが見えないみたいな形で、ただあんまり空間区切りたくはなかったからこのルーバーを採用してます。ということで、じゃあこちらもちょっとアイテムについての話もいろいろ聞いていきたいんですけど、じゃあちょっと奥に上から天井から吊るしてあるこの照明についてちょっとお尋ねしたいんですけど、これはリビングにあるフロスの照明と同じデザイナーのアキレ・カスティリオーニっていうデザイナーのパレンテシっていう照明ですね。これは昔から入れたかったんですけど、天井に穴開けて吊るさないといけないので賃貸ではなかなか入れづらくて今回リノベの施工のタイミングで一緒に入れてもらったものになります。確かにこれはちょっとリノベならではじゃないと入れられない、入れにくい照明ですよね。そうですね。あとは、後ろか、こちらには植物
がたくさんありますが、はい、この辺りはなんかどういった類のこの植物を入れてらっしゃるんですか？ここは多肉植物中心ですね。どれも見え方が全然多肉でも違うと思うんですけど、はい、なんかこう選定してらっしゃる植物はなんかどんなものを入れてるんですか？こう見た目ができるだけ違うものを揃えたいっていうのがあって、なんかこうパキポディウム系の開根植物もあるし、サボテンとかもあるし、アガベ、アロエみたいな、なんか見た目が違うものを揃えたいっていうのが根底にはありますね。ここもなんか少し色味があっていいコントラストになってますね。そうですね。あとはこっちのベッドの後ろ側に、ちょっとお話を聞いていきたいんですけど、ここはプロジェクターがあるんですね。そうですね。こっち側は収納があるんですけど、そこにこう穴を開けてもらってプロジェクター中に置いてます。こっちのじゃあ収納はあんま見せたくないものとかをこう全部こっちに隠してるみたいな感じなんですか？そうですね。もともとはこうインターホンを隠したくて、それをこう収納の中に今入れてるんですけど、収納の中に入ってると扉閉めてるとその音聞こえなくなるよということを設計の方にアドバイスいただいて、それだったら穴開けるのとどうせ開けるんだったら何かに使おうみたいな感じでプロジェクター入れました。はいはいはい。結構じゃあ映画とかなんか動画コンテンツも結構見られるんですか？そうですね。ベッドに寝転がりながら映画見てるとかいうことはたまにあります。なんかそれこそなんか最近見てよかった映画の作品とか何かあったりします？映画なんかあるかな。何系がお好きなんですか？いろいろ見ますけどね。なんか英語をこうなんていうの切らさないというか、英語字幕でインプットしたいっていうのがいろいろあるから、基本的になんか英語のものを見ることが多いですね。なるほどね。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ということでアキトさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。はい、最後にこちらの、今回紹介したご自宅が大人を自由にする住まいゼロリノベさんに、お願いをされたということで、実際にこうリノベーションされて、どうでしたか？そうですね。物件を探すところから設計してで施工するところまで全部一緒にやっていただけたっていうのはすごく楽でしたね。確かにあんまりないですよね、多分そういうパターン。そうですね。何社かしかなかったかなと思いますね。結構この内装のこうクオリティというか、そのあたりはどうでしたか？そうですね。大抵のところは自分で決めてるんですけど、設計の方ついていただいた方すごく相性がいい方で、すごいこだわり強い方だったので、それもあってすごく良かったですね。なるほどね。じゃあ結構リノベーションも結果的に増して、そうですね。良かったということで、リノベーション検討されてる方とかいらっしゃったらぜひゼロリノベさん概要欄から、チェックをね情報をしていただければなと思います。はい、というわけで最後にじゃあアキトさんの方からも何かお知らせとか告知があればしていただければなと思います。特にないんですが、たまにインスタで家の関係のことも発信しているので、もし興味あれば。ということでじゃあ気になる方はインスタグラムの方をチェックしていただければなと思います。という感じで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはアキトさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。